活画像。山や川の石をむやみに持って帰ってはならないと、この世では言われているみたいですね。これはすべてのものに魂が宿るというアニミズム信仰から来ていると考えられます。人間に置き換えれば、勝手に引っ越し先を決められるようなものです。その世に転がっている画像や動画は、勝手にダウンロードして良いとお考えではありませんか？法的な意味ではありません。その世にあるデータであっても、魂は宿っていることをお知りなさい。俺は1ヶ月後に控えた彼女の誕生日にサプライズで旅行に連れて行こうと思いついた。行き先を検索しているだけで勝手に楽しくなってきて、思い切って欲しかったデジカメもポチった。今思うとかなり浮かれていたんだと思う。彼女は海が好きって言ってたから、海の見える温泉旅館とか海岸線のドライブコースとかを片っ端から検索しまくった。ついでに旅のしおりを作って彼女を喜ばせようと調べてる間に思いついて、良さげな写真があったらスマホに保存していった。一通り情報収集が終わって、当たりをつけたらすぐに宿泊先も予約して、旅行に行くことだけを彼女に伝えた。そしたら彼女もすごく喜んでくれて、俺も気分が上がった。旅行の当日、待ち合わせ場所にレンタカーで彼女を迎えに行く。助手席に座る彼女。いつもとはちょっと違うシチュエーションに俺の心は上がっていた。印刷した旅のしおりを彼女に手渡すと、想像以上に彼女は喜んでくれたみたいで、隅々までくまなく読んでた。それを見て気持ちを良くした俺は、得意げに今回のプランを説明したんだ。フォトスポットを巡って思い出アルバムを作るのが今回のプランです。そう言いながら新調したてのデジカメを彼女に見せると、高かったんじゃないとかなんとか言いながら夢中になってデジカメを操作し始めた。操作に慣れると俺にカメラを向けてシャッターを切った。最初の写真は運転する俺の横顔だった。そして何か所かフォトスポットを巡り、最後の場所にたどり着いた時にはちょうど夕暮れ時の映えるベストな時間だった。しおりにも使った夕日をバックにした彼女の写真を撮るのがここでの目的。辺りを見渡し、しおりの写真を撮ったとおぼしき場所に彼女を立たせてデジカメのシャッターを押すが、どういうわけかシャッターが下りない。夕日が沈んで辺りが一瞬のうちに暗くなり始め、ベストショットを逃すと焦った俺はデジカメをポケットに押し込み、代わりに後ろポケットからスマホを取り出しシャッターを切った。ギリギリ目当ての写真を撮ってホッとする俺に彼女が手招きをしていた。スマホをポケットにしまいながら彼女に駆け寄り、彼女のスマホでツーショット写真を撮った。旅館に到着し、夕食後のほのぼのとした時間。夕食中に敷いてもらった布団の上に寝そべりながら、その日撮った写真を見ていた時のことだった。結局デジカメは壊れてなかったし、あの時だけ撮れなかったのなんだろうね。夕日が沈んでやばいって焦ってたから、俺が変なボタンを押したのかも。確かに焦ってた。バレてたか。バレバレ。笑いこらえるの必死だったんだから。そういえばあの時撮った写真見せてよ。本日のベストショットなんでしょ。そう言われて、俺は自分のスマホを開いて写真フォルダを覗いた。あの後から一度もスマホで写真を撮ってないから、フォルダを開いたらすぐの場所に保存されてるはず。なのに、それどころか表示されてる画面すべてが真っ黒な写真で埋め尽くされていた。何度か指で画面をスクロールすると、ようやく写真が画面に流れてきた。しびれを切らす彼女の視線を感じて、ろくに確認もせずに全画面表示にしてスマホを渡した。
顔を近づけスマホを睨みつける彼女。めっちゃボケてんじゃん。嘘だ。あの時フォーカスは彼女に合わせたはず。それだけは確かに記憶している。疑っていた俺は奪うようにスマホを取り上げ確認すると、間違いなく彼女の顔はボケてた。フォーカス合わせたつもりだったけど、後ろの人に合わせてたみたい。場をしらけさせないよう明るく振る舞う俺。しかし彼女の方を見ると青ざめた顔でしおりを見ていた。これ見て。どうせネットの写真の方が写りがいいって言いたいんでしょ。冗談交じりでしおりを見ると、その写真にも同じ女が同じ場所に写っていた。女というのは髪型で判断しているだけで、顔は真っ黒で顔が見えていない。後ろ向きではなく確実にこちらを見てる。そっちのスマホでも撮ったよね。この女が写ってるか確認してみて。スマホを確認し、首を横に振る彼女。偶然だよな。そんな偶然があるわけないことを頭で理解しながらも、頭を冷やすための時間を作ろうと写真フォルダに入った黒い画像を削除し始めて、初めてあることに気がついた。黒い画像と思っていたそれは